皆様こんにちは。ボストン在住のジャズボーカリスト青木明子と申します。この度この動画におきまして声の健康、そして発声法につきましていろいろと情報を発信していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。軽く私の自己紹介なんですが、現在私はボストンに住んでいるんですけれども、歌を歌い始めてもう40年ぐらい経ちました。で、この長い過程におきまして2度ほど声のダメージを経験いたしまして、2回目にはですね、ちょっと大掛かりな手術をするというところまで行ってしまったんですね。その苦い経験を踏まえまして、皆様にも同じような思いをしてほしくない気持ちもありまして、自分の培ってきたその経験と、それから知識とリサーチなんかをベースに皆様にいい情報をお届けしたいと思っております。第1回目の今日は声の健康7つの習慣、皆様の日常の中でできる習慣ですね。それをお伝えしたいと思います。まず1つ目なんですが、これは水分補給です。水分補給というのは喉の乾燥を防ぐということですね。ですので、このウォーターボトル 500ml なんですけど、これでだいたい4本ぐらいは飲みたいなという感じなんですね。常にね、ウォーターボトルを常に持ってですね、カバンの中に入れて飲みながら生活していってほしいと思います。それと空気が乾燥してきますから、その時には加湿器を必ずつけるということです。それも心がけてください。2番目なんですが、睡眠です。睡眠は約 7,8 時間は必ずとるようにしてください。声帯っていうのは体の一部で、そこから声が出ますから、この体がですね回復してないと声帯も回復しませんから、私の経験では睡眠が取れてない時はいい歌が歌えなかったなっていうことがよくあります。ですから特に歌手の方、睡眠を取るように心がけてください。はい、3番目なんですけれども、これはリラクセーション、そしてストレッチ、これを心がけるということです。ずっと同じ姿勢でいることを避けてですね、必ずこう立ったり、柔軟体操っていうんですかね、ちょっと、手を上げたり、して、必ずストレッチをするということですね。いろんな場面で緊張するっていうことがあると思うんですけど、その度にですね、やはり自分自身に言い聞かせてリラックスするっていうふうに心がけてください。4番目なんですが、姿勢を良くしておくということですね。姿勢を正しておくっていうことは、いい声を出す時に不可欠な要素なんですね。姿勢っていうのを正しておくっていうことも心がけておいてほしいと思います。5番目なんですけれども、これは顔、口、舌、顎、唇のエクササイズをストレッチをしている時に組み込んでしまうということですね。もちろんそのストレッチの時にやらなくてもいいんですけども、もう隙間時間にこういうものをやってしまうっていうことなんですね。どういうことをやるかというと、まず口の開け閉めのエクササイズ、開ける、閉める、それから舌を出して引っ込める、そして今度は顎ですね。顎はとっても大事なんですが、顎を上下に動かす、顎を手で持って、これはとても大事なエクササイズなので、毎日2回から3回は隙間時間にやってください。これはどうしてこういうことをやるかっていうと、生きてるその日本語の言語特性から言って喋る時の状態っていうのが硬いんですね。ですから無理やりでもね、こういうエクササイズをしておくととてもいいということです。6番目は話す時のピッチに気をつけるということです。話す時のピッチって皆さんこういうちょっと低い声で喋ってることって多いと思うんですよね。こういう感じで、特に興奮したりしておしゃべりが盛り上がると、どうしてもプッシュしたこういう喋り方をしてしまうと思うんですけど、そういう喋り方の時は声帯がすごくぶつかってる状態で良くないので、なるべくピッチを高く持ってくる、こういう感じで、不自然にならない感じで、こういうこと、そうだったの、面白いねみたいな感じで、ちょっとおバカさんにならない程度に声のピッチを高くするということですね。
そして、ね、声を酷使しないということです。声を使いすぎない。使わなくてもいけないんですが、声を使いすぎると声の老化とか声の疲労につながっていきますから、とにかく休むということです。そして最後7番目なんですが、これは腹式呼吸を意識するということです。腹式呼吸もとても長い話になるので、後の動画で説明しますけれども、ダイヤフラムといって、ここに横隔膜がありますね。肺に息を入れる時にこの横隔膜が下がってお腹が出る、呼吸の仕方をマスターするということです。これも間違った呼吸法をしている方がたくさんいるので、他の動画で説明しますけども、だからそういう小さいことを、気をつけてください。はい、じゃあ今日のまとめを最後に言っていきますね。声の健康7つの習慣。1つ目は水分補給です。そして2番目が睡眠 7,8 時間はとる。3番目がリラクセーション、そしてストレッチをする。4番目は姿勢を良くする。そして5番目は口、顔、舌、唇、顎大事ですよのエクササイズをする。これも隙間時間に入れるということです。6番目、話す時のピッチを高くする。こういう感じで意識してくださいね。そして声の酷使を避ける。7番目は腹式呼吸を意識する。寝る時に呼吸の流れに気をつけて見ておくということです。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたら、皆様の高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これからも皆様に役に立ちそうな情報をどんどん発信していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ボストンから青木明子でした。それでは失礼します。